こんちは。4G、DLC なし環境のおすすめ装備、やっていきます。MH4G は DLC 限定の強力な装備が多いんだけど、2024年4月に詐集して色々作れなくなってしまったよ。詐集後に始めた人にとっては正直厳しい環境にある。そんな人たちに向けた企画だな。各武器種からおすすめの生産武器と装備セットの例を紹介していきます。ただ、当然欲しいスキルやお守りは全員異なります。あくまで例の一つとしてご覧ください。どのスキルを優先するか、構成意図が伝わればいいね。プラスアルファのスキルは各自足したり引いたりしてほしい。それで、装備はすべて最終環境を想定しているよ。DLC 以外、すべての武器防具が作れる状態ね。当然、用途もギルクエ140で使うことまで想定してます。基本は対極限ラーチャンがベースです。攻略中の装備などは別の動画にあるので、お手数ですがそちらをご覧ください。テンプレ装備の紹介も有用だと思う。こっちも DLC ありなしでまとめてあるよ。さあ、少し前置きが長くなりましたが、早速紹介に参りましょうか。よっしゃ、本編開始。まずはおすすめの生産武器から、体験からローグレギオンね。言わずと知れた生産武器の王様ですね。これが DLC なしなのはせめてもの救い。切れ味修復機能は体験と最も相性がいいです。匠不要のスキル自由度も魅力。ただね、GX ハンターがないと進化は発揮しづらい。DLC あり環境ほどの強さは正直感じづらいかな。そこでもう一本候補になるのがこちら、アーティラート。こいつは DLC なしだとかなり輝くぞ。GX ハンターがないと匠不要の価値が少し下がるので、相対的に評価が上がるような感じですかね。抜刀会心をつけた期待値はアーティの方が上。うまく使い分けましょう。さあ、どんどん行くぞ。次は太刀から絶唱ことを、ガオー。キティ武器も優秀ですね。基本的に覚醒も匠も不要でしょう。スキル自由度が何よりの強みだと思います。白で無属性なので、素の火力はない点に注意。攻撃を加算させるスキルが欲しいね。技物と一緒に積みたい。そのまま喫装武器の仲間でこれ。ハンマーからミラガルズイーラ。ミララースの武器ですね。古文書解読すれば作成できます。火のラース武器は属性変獣になりがちですが、この武器は生産ハンマートップの物理期待値です。単純なダメージはこれが一番になることが多いよ。とりあえずでハンマー持つならこれで OK。次、片手剣ね。マジオス武器の破滅の切り絵。この武器の魅力はその物理性能です。匠不要の自由度も高評価。マジオス武器は武器種によって倍率に違いがあり、片手双剣は最も恵まれています。睡眠はおまけだけど、1、2回なら普通に取れるよ。片手は特に優遇されてるな。双剣からもマジオス武器をチョイス。前述の通りで、こっちも倍率が高いぞ。これに被験できるものは双剣には見当たりません。癖強そうで一番素直に使えますよ。属性はさすがに抑えめなものの、そこは手数能に普通に寝かせられます。睡眠武器としても一番まともな性能してる。他が使えないとも言うな。ここからは盾持ちゾーンに行くぞ。ランスからハーダレギオン。うすうすお分かりかと思いますが、大体の武器種はレギオスかマジオス武器で問題ないです。ランスのレギ武器は高倍率とスロニが魅力。とりあえずで持つならおすすめです。ただし、切れ味の回復には回避9回も必要。連続ステップで稼ごう。ランスと来たら次はガンス。ランスと見分けつかねえよ。こちらはレギ武器唯一の紫30を持っています。おそらく砲撃を考慮したものでしょうね。ただ、ガンスはもともと月メインの方が火力が出ます。結果的に優遇された形ですね。シンプルに継戦能力が高くて快適なのが魅力。攻撃力さえ高めれば敵なしだね。よし、では我々の大好きなチャークの紹介だ。混沌ゴマのブーストオアフォール。これに限りませんが、混沌ゴマには特攻となります。恐竜化や極限でも腐りませんけど。武器群の特徴である高倍率と榴弾の使用が噛み合い、汎用の物理武器としても十分使えますよ。その場合、匠紫20がちょっと残念なんだよね。政府の改新を生かしてこそなのは念頭に置こう。そして生産チャークといえばこの方、みんなの空ネエンカムだ。敏火力は発掘ですら追いつけません。単純火力なら抜けて最強と言えます。スロセロなのでスキルを揃えるのは難しいです。火力もそれなりに強化したいですし。匠と砲術師があればなんとかなっちゃうけどね。やっぱ最高だよこの武器。次、総中魂。クシャルのサムドラダオラだ。4G って性能がまとまった氷の手数武器少ないんですよ。それが総中魂にあるのは貴重と言えます。ペタンが来るまでテオ TA といえばこれでしたね。そこそこの攻撃、切れ味、属性値、スロットを持ちます。そう、全部そこそこなんだよね。優等生なのは間違いないんだけどさ。
じゃあ最後に、ガンナーをまとめて紹介だ。投稿者はにわかだけどすまんな。それで言えば半分以上の武器にわかですが、まあそれはいいでしょう。弓からはカーマレギオンです。生産弓はこれ以外いらないでしょう。極限強化で発掘最高倍率と並ぶ攻撃力に、会心 30% と豪射、雪撃便強化を持つよ。物理火力なら頭2つくらい抜けてるね。装填数アップは忘れずに。ヘビーからもイーラレギオンをチョイス。ネギ武器はガンナーも全部強いです。こちらは回避ごとに一発装填する特性を持ちます。これが非常に強力。実質ソロゲーになった今、さらに価値が上がってるね。ステータス自体も普通に優秀だ。ヘビーは生産が全体的にかなり強いんですが、大体はイーラで解決するでしょうね。以上、武器の紹介でした。ざっくり選定基準とかまとめておくね。重視すべきは物理火力と自由度、これにつきます。極限とかギルクエモンスの肉質を重視した形。つまり、ベギかマジオスかキティの武器を選べば、大外れにはなりません。今回、フレスラークライトは紹介できてないけど、これらもレギオス武器で大体解決するはずだよ。唯一、総中魂のラインナップがちょい厳しいです。多分、マジオス武器が正解だと思います。何にせよ、これらが DLC なしで助かりますね。さすがはパッケージやラスボスの武器。ラスボス武器が作れないとかだいぶヤバそうだもんね。ここは開発の良心と言うべきか。それじゃあ後半戦、装備セットの例を紹介していくよ。ここで紹介するものは DLC なしなのは間違いないですが、逆に DLC 要素以外は充足してる前提のものです。お守りは神おまとまでは言わずとも、それなりのを使ってるのでご了承ください。多少ポイントが落ちても、スキルを削れば形にはなるはず。当然、ツルが多い発掘を引ければ補えるぞ。あと、装備は特定の武器を前提にしたものが多い。右側の表の武器スロ数に注意してほしい。ここは武器編で紹介したものに合わせてる感じです。それこそテンプレで良くなっちゃうので。じゃあ早速やっていくぞ。まずはタイラーログレギ装備。武器はローグレギオンで固定です。スムラスロ1以上の発掘でも OK ですけど。タイラーと言いつつ、汎用的なスキルばかりなので、幅広く担げるはずです。軸となるのは集中、納刀、抜刀技と耳栓もほぼ必須。お守りがない GX ハンターくらいの構成は可能だよ。耳栓でなく、しっかり混合体なのが素晴らしいですね。地味にリアクション軽減って重要なので。装備で面倒なのが銅のフォーク、エコール X です。ドスクワーゲハがフラハン限定でして。これ投稿してるのちょうど夏休み期間くらいだから、DS 持って遠出してみたらいいかもね。続いて、同じく体験から居合装備。カイザー X ベースだから匠武器で使えるよ。居合はスタンが効く相手全般に担げます。汎用性の高いスキルと言えるでしょう。プラスの火力スキルがないのがやはり残念ですが、あんまり組むのが難しくないのがいいところ。今後歌いを耳栓に落とせば、もうちょいお守り楽になるよ。1から攻略シリーズの G3 で使ってたはず。ちなみに、ログレにでも弱得入りはかなり難度高いよ。上段抜きで神オマが必要になる。やっぱり GX ハンターって偉大なんですね。楽々 1V で1スキル発動するって。ナンバー3、耳栓汎用装備。ガードができない武器を想定してるよ。とにかく汎用性の高いスキルを詰め込みました。匠は想定していません。ベースは弱得、技物、耳栓になるでしょうね。特にギルクエだと、この3つはかなり重要です。耐震入れれば、ラージャン戦も問題なくいける。ベース以外はカスタマイズが余地もあるしな。回避性能については、ワソチャンネル買って推奨スキルだ。タイラーでガーフ武器担ぐときおすすめしてるよ。火力だけ持ってても手数でなきゃ意味ないですからね。ソロならなおさら。その他、いろいろな組み方が考えられます。ラーの投機効果を重く見た心眼構成とか。しれっと発掘道は使ってるが、残術後だけならそんなに大変じゃないはずだ。あと、常用の高耳装備も問題なく組めるぞ。ジョー君、動き自体は強くないからな。保護スキルでの対策しがいがありますよね。体力高くて大変ですが。ナンバー3まであれば、大体のモンスはいけるでしょう。ルカム X 頭とガルルガ X 銅に感謝。ナンバー4、真打ちプラスアルファ。匠が必要な武器用だよ。ご存知6度見がベースになっています。これに限らず、DLC なしだとテンプレは普通に優秀。真打ちと弱得だけで火力は十分です。対テオなどに適しています。お守りはこの前にも出てきた通撃6スロ3にしてるが、真打ち弱得技物まで確定だからちょい高難度だね。ちなみに弱得を入れないのはナンセンスだよ。それなら匠不要武器でスキルを組もう。4G は匠が必要なカセって結構重いんですよね。真打ちが軽いのでなんとか保ってるところがあります。東証詰まりの武器を引けば幅が広がります。発掘するために発掘しましょうね。ナンバー5、榴弾調出物破。
もちろん武器は空ネエンカム限定だよ。チャークといえば、属性強化して GP からの高出ですが、火力はクーネの超出連打が最強になりがちですね。そんな超出運用を支えるのがご存知ウカウカウ。これ、クーネ用としてはかなりガチな装備が組めます。弱徳、耐震、心眼、そのままラーに持てるのがいいね。特にクーネは無駄なスキルが一切ない。ネックとしては別のスキルを追加するハードルの高さかな。ギルクへ行くなら耳栓欲しいしね。逆に耳栓までつけられれば非常に快適。超出物販にとどまらない運用が楽しめますよ。そうそう、砲術師は最優先で追加しましょうね。これがないとクーネの魅力半減ですので。ナンバー6、ガセ2ベース。縦持ち向きのガード重視装備だね。レギオス武器は基本的に回避ベースが合うので、特にガンスはあまり出番ないかもですね。そもそもランスガンスは不用意にガードしない方が安全な場面も多いんですが。威力値表を見る感じだと、積むならガセ2だと思う。ブラキあたりは楽になりそう。弱徳攻撃台で火力も確保してる。ガード一辺倒にならないよう意識したいね。ティガ系が相手の場合はチャークの独断症。続強 GP で大方向までノーダメで反撃できます。クーネ用にするとこんな感じですが、怠慢じゃないと厳しそうな構成になりますね。一応、ティアラートか考慮したスッタも準備してみた。ガルレギアネイディアで使えそう。お守りがやや辛いですが、武器スロゼロでここまで組めます。やっぱ匠って重いんですね。ナンバー7、物理弓。カーマレギオン用の装備だ。火力の化け物ことカーマくん。これを超えるには、ガチで発掘ゴールクラスが必要です。ただ、ネックなのがスキルがカツカツであること。スロゼロと総点数アップが必須のため重いです。一応、プラスアルファで保護スキルは少し詰める。対ラーなら耐震は欲しいだろう。しかし、これを耳栓にするならかの増弾のピアスが必要。頑張って闘技大会やろう。その場合は難度高いになりますね。重みが全然違います。ナンバー8、タチ貫通ヘビー。イーラレギオン専用ね。基本はリミカイでの貫通運用になると思います。コロリンから即撃てるのが魅力。大前提となるのが回避距離と貫通台アップ。反動台なので反動軽減も必須になります。右にあるのは貫通にまで打つ場合の構成ね。距離を武闘化にできるみたい。で、こっちが弱徳を追加したパターン。弱点がでかいならこっちのがいいはず。ちなみに貫通1だけなら反動1でいいです。その場合はより弱徳が生きてくるでしょう。これらを貫通後スロ3で実現できます。ボウガンって DLC なしでも防具優秀ですよね。結構必要なとこまとまってるよね。お守りの貫通強化は8までつくしな。装備紹介は以上になるよ。もちろん他にもたくさんの構成があるが。今回はこれから140に挑戦するような方向けに作りました。上級者が自分でどんどんシミュレると思うので。まずは今回紹介したものをご参考いただいて、慣れたらお守り突っ込んでシミュってもらえればと。とにかく、タメタン6と通撃6のスロ3、これが欲しいところだね。これらは不要までも6ポイントまでつくみたい。採掘とかギルクエを回そう。ギルクエ用の装備が作りたいのにギルクエ集会がいる。いや、モンハンしてますね。では、今回締めたいと思います。ご参考になったら嬉しいです。我々も理解が薄い武器種があるから、またアップデートできればしていきたいな。ほいじゃ、次の動画で。またね。